お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、陸士16機サンバガラスの一角として頭角を現し、永田鉄山と激しく対立しながらも、その作戦能力の高さから作戦の鬼とまで称された、大祖戦略研究の第一人者、小畑敏郎の話をしたい。今回は前編だ。小畑敏郎って行動派のエースだよね。文献を漁ると小畑敏郎に対し最初に出てくる言葉が行動派という印象なんだが、確かに小畑敏郎には行動派の領袖たる荒木貞夫陸軍大将の右腕として活躍した時期も存在したものの、小畑敏郎本人が行動派の拡大や統制派の駆逐にどこまで熱心だったのか、果たして本当に行動派のエースと評価すべき派閥的な人物だったのか、そういったところにも着目しつつ話をしていきたい。小畑敏郎、これ以降は小畑中将と呼称するが、小畑中将は東京の生まれ、父親が興味深い経歴で、男爵にもなった小畑馬重を父として生まれた。福君は何をやってた人なの？土佐勤王党で尊王攘夷運動を展開していたバリバリの志士であり土佐藩士だったんだが、明治維新後は新政府で主に司法官の道を歩み、控訴裁判所、今の制度と比較して言うと高等裁判所だが、控訴裁判所の所長などを務めた人物だ。東条英機や永田鉄山の福君らとはまた違った経歴だね。小畑敏郎は福君と性格は似ていたのかな？それが似ていなかったらしい。すなわち、小畑馬重は司法官という職業柄、仕事に対しては勤勉な人物ではあったものの、普段の人柄は温厚だったらしい。対して、息子の小畑中将は、後年軍内の同僚らから短気だったと回想される性格であり、その作戦能力の高さや信念の強さも相まって、軍内でそれなりに敵も作ってしまったそうだから、ここは親子で対照的だったと言えるかもしれないね。小畑中将は幼少期に学習院初等科に入学するが、ここで偶然にも、小畑中将の思想と符合する考えを提唱していた家族と接点を持つことになる。学習院だと家族が多そうだけど誰なの？学習院院長だった近衛敦麿だ。この人は近衛文麿のお父さんだね。近衛敦麿は供養出身とは思えないほど活動的な家族であり、特に隣国である中国の重視とロシアに対する強硬姿勢という点で特筆される人物だ。あれか、小畑敏郎が永田鉄山と激しく論争したとかいう、中国を叩くべきかソ連を叩くべきかの大激論に関係するのか。まず、小畑中将がソ連に対し積極的な攻勢を主張していたのか、それとも姿勢的な防衛戦略を主張していたのかについては争いがあるところだ。しかし、小畑中将が一貫してソ連を仮想敵国として重視していたのは間違いない。そして、生徒として学習院に通う子供時代の小畑中将が、学習院院長の近衛敦麿から、何か教示や薫陶を直接受けたかまではわからないんだが、中国一撃論者とも揶揄された永田鉄山との間で、帝国陸軍がどの方向を向いて軍備を整えるべきなのか激しい論争を展開し、一貫してソ連を警戒し続けた後年の小畑中将の姿を考慮すると、近衛敦麿との縁は不思議な縁だと思う。そして、小畑中将は大阪陸軍幼年学校の入学試験に合格し、いよいよ陸軍の世界に足を踏み入れる。わざわざ大阪の幼年学校に行ったの？その頃は京都に引っ越していたんだ。幼年学校では1学年上の先輩に、後年どちらかというと悪い意味で有名となる軍人の卵がいた。誰？有名な人？張作霖爆殺事件の計画立案者とされる、河本大作大佐だ。張作霖爆殺事件は事件名だけでも印象的だが、この事件は、日本陸軍の暴れ馬と言っても差し支えないであろう関東軍が、奉天軍閥の主要たる張作霖を列車ごと爆破して暗殺した事件だ。大阪陸軍幼年学校を優秀な成績で卒業した小畑中将は、ついで陸軍中央幼年学校に進学するが、ここで、小畑中将の軍人としてのキャリアにおいて、積極的にも消極的にも最重要と思われる人物と出会う。誰？永田鉄山だ。永田の前に永田なし、永田の後に永田なしとまで称された春秋であり、その人柄は、劇場型の東条英機すら警護の念を抱いたとされるほどの軍人だ。
統制派の巨頭と行動派のエースが出会ったんだな。小畑中将と永田中将の仲が決定的に決裂するのは後年の話で、割と長い間は同期として仲が良かったらしいけどね。推測もあるが、職場における権限やセクショナリズムや親分子分らの派閥事情が関係してくると、学生時代の友情は吹っ飛ぶのかもしれないね。小畑中将はその後も士官候補生、陸軍士官学校と順調に将校となるためのコースを歩み、近衛歩兵連隊に若き士官として赴任する。ちなみに、陸軍士官学校のこの時の主席は、安定の好成績取得者、永田鉄山だ。永田鉄山は勉強できたの？相当できたらしい。陸軍士官学校で明日は試験だという日程でみんながヒーヒー言いながら勉強しているところ、永田鉄山はとっくに試験科目の勉強を終えてしまっていたので、独学で中国語を勉強していたそうだ。同期生が永田鉄山に、我々が惨めだから、せめて試験勉強をしているふりをしてくれないか、と依頼したというエピソードが、真偽が定かではないにせよ永田鉄山の頭脳を物語る逸話と思う。小畑敏郎は近衛歩兵連隊で真面目に勤務したのかな？それが、当時は日露戦争の竹縄で、小畑中将としては軍人らしく大陸への出征を希望したそうだ。それを人事が考慮してくれたのか、小畑中将は新設の歩兵連隊に移動となり、習志野での訓練を経て、外征に赴くこととなる。大陸に派遣されたの？それが大陸ではなく、当時は帝政ロシアが占領していた南樺太の攻略戦に投入されることとなった。帝政ロシア軍と激戦を交えたの？日本陸軍の南樺太攻略軍が上陸した当初、帝政ロシア軍は抵抗らしい抵抗を示さなかったんだが、日本陸軍の占領地域が拡大し、戦線が樺太の奥地に展開するに従い、激しい戦闘が展開されるようになった。しかし、帝政ロシア軍の抵抗も虚しく、日本陸軍は守備よく樺太の占領に成功した。小畑敏郎は大陸に転戦できたかな？小畑中将は樺太の警備部隊として引き続き樺太に駐屯することになった。当時の樺太は帝政ロシアの流刑地として有名だったから、政治犯やロシア系住民と交流する中で、小畑中将はロシア語を鍛え、後年のソ連通としての地方を固めたのかもしれない。そして、小畑中将は樺太警備の任を終え、朝鮮半島での警備業務を経て、近衛歩兵連隊に戻った。近衛歩兵第一連隊の中隊長代理として兵士らと共に訓練に励んでいた小畑中将は、陸軍将校としての転機を迎える。転機とは、陸軍大学校への入学だ。陸軍大学校は青年将校の出世の登竜門にして、その優等卒業生には天皇陛下から恩師の軍刀が可視されたことにちなみ、それら優等組はエリート集団たる軍刀組と称された。この軍刀組は陸軍省、参謀本部の要職を占め、やがて大東亜戦争の主要な作戦を立案することにもなる。陸大の教育は優れたものだったの？大東亜戦争がああいう結果になったので、批判的な解雇も多い。アップ主としては、陸大初期の卒業生たちが日露戦争で参謀として戊辰戦争経験者たる老練な指揮官らを実務面で支えた経過もあるので、陸大の教育はプラス面とマイナス面の両方があると思う。もっとも、東条英機の父君である東条英則は陸大一期生の主席だったんだが、日露戦争での戦場での指揮の失策を咎められ、左遷の浮き目にあったらしいが、メンバーシップの動画では息子の東条英機も左遷にあってたな。親子で山あり谷ありなんだね。それはともかく、超難関の陸大に守備よく合格した小畑中将は、押し寄せる波のような量の課題と、教室での教官と学生との討論で修練を重ね、特に陸戦の戦術を陸大で練磨することになった。陸軍の学校なんだからそら陸戦やるんじゃないの？指揮官を養成したいのか参謀を養成したいのか曖昧なところはあったんだが、陸大では陸戦だけでなく、行政や国際法、さらには海戦の講義まであったそうだ。ちなみにだが、小畑中将の陸大の同期には、永田鉄山がいた。ことごとく被るな。そして、小畑中将は陸大を6位で卒業する。主席は永田鉄山かな？もっと大物だ。誰？後年に陸軍最後の参謀総長を務めることになる知将、梅津義次郎が主席卒業だった。
幸福文書調印のあの写真が有名だね。陸大卒業後、小畑中将は参謀本部員となり、ほどなくしてロシア駐在を命ぜられる。ロシア通、ソ連通の小畑敏郎のキャリアを形成したであろう移動事例だな。もう一つ、小畑中将のロシア駐在には重要なポイントがある。ポイントって、このロシア駐在中に、小畑中将は、後年周囲が同情するような不本意な予備役編入、すなわち陸軍からの引退を決意することになるんだが、その遠因となる人物と交流を深めることになるんだ。誰との交流を深めたの？その名は荒木貞夫、行動派の巨頭にして、小畑中将の才覚を認めて重用した軍人だ。階級上は陸軍大将まで上り詰めている。荒木貞夫との関係で小畑敏郎も行動派とみなされることになったということか。両者の交流の深まり、ロシア駐在での経験、そして永田鉄山との対立、226事件と、小畑中将は激動の軍人人生を歩むが、これは後編に譲りたい。さて、小畑敏郎の前編の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに直近の動画は、天皇の軍事顧問集団、軍事参議院です。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。